よだかの星、宮沢賢治作。よだかは実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥はもうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えば、ヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などよだかに会うと、さもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら、首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました。へん、また出てきたね。まあ、あのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ね。まあ、あの口の大きいことさ。きっと、カエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おう、よだかでない、ただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでも、ブルブル震えて、顔色を変えて、体を縮めて、木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがよだかは、本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってよだかは、あの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、よだかはハムシを取って食べるのでした。それによだかには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でもよだかを怖がるはずはなかったのです。それなら、鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つはよだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどは、まるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん、鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから、よだかの顔さえ見ると、肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろ、というのでした。ある夕方、とうとう鷹がよだかのうちへやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか？ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べて見るがいい。タカさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さあ返せ。タカさん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには、改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言って、みんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。
いいや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐ掴み殺すぞ。掴み殺してしまうから、そう思え。俺はあさっての朝早く、鳥のうちを一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。だって、それはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら、私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん。一蔵なんてそんな悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊の目白が巣から落ちていたときは、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ、今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて辛い話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって、音なく空を飛び回りました。それから、にわかによだかは口を大きく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがよだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかえたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そして、まるでよだかの喉をひっかいて、バタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時、急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながら、ぐる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 空をめぐったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そして、そのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ、辛い、辛い。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んで行きました。
きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そして、よだかの降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いいや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前、ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかは、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね、さよなら。兄さん、どうしたんです？まあ、もうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメへ後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くシクシクシッと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽焼けを揃えて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。よだかはぐらぐらするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れて行ってください。行っても行っても、お日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながら、お日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど。ずいぶん辛かろう。今夜空を飛んで、星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらして、とうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そして、まるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体を掴んだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いすすきの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその火のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになって
よろよろと落ちて、それからやっと踏みとまって、もう一遍飛び巡りました。それから、南の大犬座の方へ、まっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには、億年、長年、億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って、北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は、氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら、氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた、地辺空を巡りました。そしてもう一度、東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは大風に言いました。いいや、とてもとても、話にも何にもならん。星になるには、それ相応の身分でなくちゃいかん。また、よほど金もいるのだ。よだかはもう、すっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そして、もう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるでわしが熊を襲うときするように、ぐるっと体をゆすって手を逆立てました。それから、キシキシ、キシキシ、キシと高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥は、みんな目を覚まして、ブルブル震えながら、いぶかしそうに星空を見上げました。よだかは、どこまでもどこまでも、まっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火は、タバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは、登って、登っていきました。寒さに、息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために、羽をそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに、星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は不意語のようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げて、もう一遍空を見ました。そうです。これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、
上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらく経って、よだかははっきり眼を開きました。そして自分の体が今輪の火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。